皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4章夕顔の第27話です。桐壺亭の巫女として生まれた光源氏。進化に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して彼女の元に通い始めます。この女は遠野中将の元恋人ではないかと思いつつ、彼女への執着がどんどん増しているのでした。ではこの後の展開行ってみましょう。景色ば見て、ふと背き、隠るべき心ざまなどはなければ、かれがれに途絶え、おかん、おりこそは、さように思い変わることもあらめ。心ながらも少し移ろうことあらんこそ、哀れなるべけれとさえおぼしけり。8月15夜、くまなき月影。暇、多かるいたや、残りなく森来て。見習い、たまわぬ、住まいの様も珍しきに。暁近くなりにける、なるべし。隣の家々、怪しき静のの声声、目覚まして。哀れ、いと、さむしや。今年こそ、なりわいにも、頼むところ、少なく。田舎の通いも思いかけねば、いと心細けれ。北殿こそ、聞きたもうや。など、言い交わすも、聞こゆ。いと、哀れなる、おのが自死の営みに置き入れて、そそめき、騒ぐも、ほどなきよ。女、いと、恥ずかしく思いたり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭
頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。光源氏17歳、8月15夜の仰せ。夜明け近くまで夕顔と過ごしていたとき、隣から卑しい男たちの声が聞こえます。こんな近くで卑しい男たちの声がするなんて、と夕顔は恥ずかしく思っているようです。さて、今回は8月十五夜についてお話をしましょう。十五夜というのは旧暦の毎月15日の満月の夜のことですが、通例は旧暦8月15日の夜を言います。月の満ち欠けを基準とする太陰暦、旧暦では満月は最もわかりやすい目印でした。ちなみにこの旧暦では1月から3月を春、4月から6月を夏、7月から9月を秋、10月から12月を冬とします。1月は初春、今でも年賀状にそう書きますよね。で、2月は中春、3月は晩春です。とすれば、8月は秋のちょうど真ん中、中秋ですよね。中秋の名月とは8月15日の夜に出る満月のことであり、そう呼ばれるようになりました。今は太陽暦であり、旧暦とは1ヶ月ほどずれているため、9月7日から10月8日の間の満月を十五夜中秋の名月と呼んでいます。源氏はこのような風情のある日に夕顔のところに泊まり、しみじみと感慨深く夜を過ごしました。明け方になって生活じみた声が聞こえてくるというその対比が、当時の貴族と庶民との価値観の違いをよく表していますよね。さあ、今回も第4章夕顔からのイラスト役でした。第1章キリツボからここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。